皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2026年6月28日、神戸ハーバースタジオで開催されましたバンドメイドワールドツアー2026デイ13に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。予想通りだいぶ周回遅れになってきていますので、今回も MC 以外は完結版でレポートしたいと思います。広島でのお給仕を終えた翌日、ホテルをチェックアウトして新幹線で新神戸へ向かいます。ここで少しアクシデントが起こってしまいました。新神戸駅に着いて新幹線を降りたところで気づいたのですが、ズボンのポケットに入れていた動画撮影用のカメラ DJI ポケットがなくなってます。ただ広島で撮った動画は朝ホテルでパソコンにコピーしていましたので、それ以降に撮った動画は広島駅で新幹線に乗るところだけでしたし、結構古い機種なので最悪買い直せばいいかと気にしないことにしました。ですのでこの日の映像は iPhone のみで撮っております。ということで新神戸駅に着いたのが昼前でしたので、駅構内の洋食屋さんでオムライスで昼食を済ませ、地下鉄で会場最寄り駅の港元町を目指します。三宮での地下鉄乗り換えが思ったより遠くてちょっと不安になりながら歩きましたが、なんとか目指す海岸線にたどり着きました。でも電車に乗ったらすぐで12時半くらいに港元町駅に着きました。3年前に訪れたまだお給仕4回目の初々しい頃を思い出しながら会場へ歩いていき、神戸ハーバースタジオを目にするとちょっと懐かしい感覚になりました。でもまだ全然人がいなかったので、一旦近くの喫茶店でコーヒーなんか飲んで時間を潰しました。13時頃に会場に戻ると、さすがに結構知り合いのお名様たちもおられましたので、挨拶したりしてると13時半の物販開始時刻になって、先行物販チケットを見せて物販ブースに入ります。今回はご当地 T シャツと神戸といえばということで青のラバ版とくじ10枚購入します。くじの結果は、昨日に引き続き今日も外れなしパターンでした。私の自宅は大阪ですし、翌日は仕事ですので、この日はお給仕後そのまま帰宅予定でしたので、帰りの動線を考えて港元町駅のコインロッカーに荷物を預けます。コインロッカーに荷物を入れる前に人がいない時を見計らってご当地 T シャツに着替えておきました。で、時間が結構あったので元町商店街をうろついたりトイレに行ったりして再度会場へ戻ります。15時半くらいに会場に着くと入場整理列の看板が立てられ始めて、入場列が作られるところでした。今回の私の正番は A421 番と超絶後ろでしたが、知り合いの名だたるお名手様たちもなぜか400番台の人が多くて、列の後ろで入場には余裕があるのでワイワイしながら時間を過ごしました。私の後ろにはもう10人くらいしかおられませんでしたので、本当に最後って感じでした。それでほとんど最後の人みたいな感じでチケットを見せて、ドリンク代600円をドリンクチケットに変えてもらって会場に入ります。今回は最高列あたりになるので先にドリンク交換して水をもらっておきました。それで場所をどうしようかと空いている場所を探します。ここ神戸ハーバースタジオは悪名高き柱が2本ありまして、その後ろは全く見えませんし、今回お嬢様エリアになっている2階もあまり見え方が良くないと聞いていました。この柱のせいで今回は450くらいしかチケット売らなかったのかなと、逆に運営側の誠意を感じたりしました。ということで一段高くなっている最高列の PA 前に陣取ることに決めました。後ろは PA ブースの壁というか板なので本当の最高列です。PA 前は上が2階席で天井が低くなっていて、かつフロアは一段高くなっているので上下が狭い感じになっています。なので音のこもりを心配しましたが、結果的には問題ないというか逆に音は良かったです。位置的にはサイちゃん正面あたりということで、前日の広島とは横位置は同じくらいですが縦位置が真逆な感じです。バックドロップはツアービジュアルの旗のやつに戻ってました。広島がリボンのシンボルマークだったのはやっぱり会場の都合だったんでしょうか。それで帝国の17時になって BGM が止んで会場の照明が落とされます。大歓声と拍手が起こる中 SE が流れてきますが、今回の SE はシェアリングでした。それでいつも通りあーちゃんを先頭にミサさん、ミンチョ、小和田さん、サイちゃんがステージインしてきて、さらに会場の歓声の声が大きくなります。今回も新衣装ですが、後の MC で私の知らない事実が発表されます。最高列ということで諦めていたのですが、ステージは横幅も奥行きも狭くて、思ったよりメイドさんたちは全然近くてよく見える感じですし、全員が視界に入る感じです。ただあーちゃんだけは今回もドラムの位置が低いので顔がギリ見えるくらいでした。メイドさんたちが定位置についてSEが終わり、いつものように一瞬の静寂と緊張感に包まれます。お給仕開始となる1曲目はやっぱり今回もドミネーションでした。ミンチョのリフからサイちゃんの雄たけびでイントロに入って、会場はちゃんとの声と拳で満たされます。後ろからも盛り上げようとジャンプ気味にちゃんとして思いっきり声出しました。
PMI ということで音のバランスはもちろん全然こもることもなくめちゃくちゃいい音ですし、背中を PA 柵の板につけるとあーちゃんのバスドラとミサさんのベースの響きが直接体に伝わってくる感じで、映画館の 4DX シートみたいで迫力満点で楽しめました。最高列から見ていると会場の盛り上がりが視覚的にも感じられて、前方とはまた違う高揚感も味わえます。しかし本当にステージが小さいのか、ステージ上のメイドさんたち同士の距離も近いですし、ステージとの距離も近くてものすごい一体感を味わえました。後ろで思いっきり手を挙げてハローハロー叫んだりしてたら、結構サイちゃんとか小本さんも後ろの方に視線を向けてくれていたように思います。最前列付近は逆にほぼ視線もらえませんので、これはこれでいいかもしれません。ということで気持ちよくドミネーションを味わって曲終わりの書き回しで大歓声となり、会場は完全に出来上がった感じになりました。続けての2曲目はスーパーサンシャインでした。もともとステージが狭いのでメイドさんたちは前にいたと思うのですが、イントロでさらに前に出てきてくれて、天井も低いのでメイドさんたちがさらに大きく見えました。最高列でもものすごく近く感じたので、前方はめちゃくちゃメイドさんたちと近いんだろうなとちょっと羨ましく思いました。でも前でもみくちゃになりながら楽しむのもいいのですが、こうやって後方で余裕な感じで自由に体を動かして楽しむのもなかなかいいもんだと気持ちを切り替えます。しかし夏になってお給仕で浴びるスーパーサンシャインは気持ちいいです。これまで明確に夏を感じられる曲が玉やくらいだったと思うのですが、このスーパーサンシャインは本当にピーカンの真夏の青空を感じられます。ミサさんのベースソロ、ミンチョのギターソロもじっくり味わって、一旦 B メロを挟んでの落ちメロからあーちゃんのスネアロールに乗せて手拍子になって盛り上がっていって、小本さんの長いシャウトからラスサビに突入する構成は本当に最高に盛り上がります。そのラスサビもジャンプ気味に手を振り上げて堪能して、最後のアウトロでも思いっきり大声でちゃんとして曲終わりです。となると予想通り3曲目はチューズミーでした。後ろからも盛り上げようとオーバーアクション気味に手拍子して、イントロでも思いっきりちゃんとして声出しました。1メロに入って自由に体を動かしながら、サイちゃんのボーカルと楽器隊の演奏を堪能します。チューズミーの B メロの一拍かけてのちゃんとからサビに入るところがなんか高揚感があって好きなんですよね。2メロに入っていつもはあーちゃんのところにミンチョとミサさんが行って、その後場所をクロスすると思うのですが、ステージが狭いからか元の配置のまま演奏してました。これ逆に珍しいというか新鮮な感覚になりました。それでミンチョのギターソロになりますが、その狭いステージでも真ん中の立ち台で弾いてくれましたので、ミンチョがさらに大きく見えて音も姿も満喫できました。しかし本当に音がすごくいいので PMI の得点を十分に満喫できたと感じました。なお C メロ最後のサイちゃんの I choose you は後方だとサイちゃんの指す範囲が広がるので枠に入っていたと思います。ラストサビ終わりから最後のパートは背中を板につけて、さらに視覚と体全体であーちゃんのドラムとミンチョのソロを味わって、サイちゃんの迷わずチューズミーで思いっきりサイちゃんを指さして曲終わりの完成となります。4曲目も昨日と同じくプレイが来ました。目の前に広がる群衆の波が大きく揺れて大歓声が上がって、イントロでサイちゃんに思いっきり煽られながら無数の拳が突き上げられます。最高列は前も横も余裕がありましたので、派手めに手を挙げたりシンガロングしたりジャンプしたりしてたので、まあまあサイちゃんも小畑さんも見てくれてたように思います。プレイに限りませんが、ミンチョってめちゃくちゃ楽しそうにギター弾くんですよね。ミンチョだけじゃなくてあーちゃんも笑顔でドラム叩いてますし、小本さんもキュートな笑顔でギター弾いてますし、ミサさんはクールですし、サイちゃんは迫力満点です。すみません、途中からですしの用法を間違えてますね。でもそんなサイちゃんの迫力のセイのゴールに会場は全力のイエイ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 ウォー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 のレスポンスを返します。それでミンチョとミサさんの掛け合いのような短いソロパートからラスサビに入って、また思いっきりコール&レスポンス楽しんで、ラスサビだけ Don't Stop Fighter に変えてくるところ、初めて聞いた時から大好きなところです。最後のアウトロでも思いっきり会場はちゃんとで拳を突き上げるので、大荒れの海の向こうにメイドさんたちがいるような光景になってました。曲終わりでざわめく中、6曲目はこれも昨日と同じくダイスでした。あーちゃんのドラムフィルからミサさんのベースにつないで始まるベイドラセッション的なところはやっぱり音源より長めでしたのでセッションバージョンです。昨日と同じと言いましたが、ここまでの5曲は全てオフィシャルライブビデオが出てる曲なんですよね。ということはお給仕映えする曲たちってことですし、実際そうです。しかもドミネーション、チューズミー、プレイ、ダイスって以前からの一軍定番曲なわけで、2種類あるチャントや手拍子、シンガロングなんかも完全に確立していて、特にシンガロングは私的にはこのダイスが一番気持ちよくなります。そういえばダイスで昔サイちゃんが1サビ前のいいよを間違えて切在モーメントで歌ってしまって、拍が違うのに楽器隊が対応した件をライブ DVD のオーディオコメンタリーで言ってたのをご存知の方も多いと思いますが、実はそれって信じられないくらいすごいことですよね。
そんなことも思い出しながら、ミサさんのベースソロから綺麗につながるミンチョのギターソロも堪能して、落ちメロからそのさえちゃんのセッツァンモーメンでラッサビに入る展開は最高です。ラッサビも手を振り上げてシンガロングして楽しんでアウトロです。アウトロも長めなので、さえちゃんの煽りに長めのチャントで答えて曲終わりで大歓声となります。6曲目はなんとワーニングが来ました。今回は神戸が地元のあーちゃんセレクト曲が入るということで、お給仕前に何かなと考えていたのですが、あーちゃんといえばこれじゃんって情けないことに曲が始まってから気づきました。以前のレポートで私的にはワーニングはあーちゃんのドラムを聴く曲と言っていたのにって感じです。PA の板に背中をつけると、そのあーちゃんのバスドラを体で感じられるので、そうしていたのですが、手を振り上げたりちゃんとしたりは体を動かしながらやりたいので、なんか忙しかったです。しかし、やっぱりこの曲はあーちゃんのドラムが好きすぎます。ドラムフィルだけじゃなくて、2ビートみたいに叩くところとか、微妙に裏拍になっているところとかたまりません。ということで、2サビ終わりまで楽しんで、そこからのミンチョのギターソロは真ん中のお立ち台で弾いてくれてましたので、目でも楽しめました。ギターソロ中にさえちゃん小鳩さんとあーってシンガロングするのも定番になりましたね。ソロ終わりからの C メロはさえちゃんの迫力あるボーカルと小鳩さんのコーラスを味わって、ラッサビも思いっきり盛り上がって楽しめます。アウトロのだんだん激しくなっていくあーちゃんのドラムフレーズも堪能して、かき回しに入ってさえちゃんのありがとう神戸のおたき火をもらって曲終わりです。ここで1回目の MC に入ります。小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたポーバンドメイドワールドツアー2026デイ13神戸ハーバースタジオポーで始まりました。続けてこの苦しさ皆様もお分かりかと思いますが、嬉しいことにソールドアウトポーって言ってきて大歓声になりますが、まあ大都市神戸で450人はチケット瞬殺でしたからね。後ろだったのであまり分からなかったのですが、この日も前方は圧縮があったのか小鳩さんがみんな苦しいっぽねーとか言ってました。さえちゃんも大丈夫ですか私たちは逃げないからそんなに前に来なくてもいいよとか言って、小鳩さんもどんなに下がってもあーちゃんのところまでしか行けない一歩みたいなことを言ってました。さえちゃんがお前たち下がれみたいに言って笑いが起きてましたね。それで小鳩さんの昨日に引き続いての一歩っぽも聞けました。少しでも下がったのかさえちゃんはお利口さんですねとか言ってましたね。で小鳩さんは皆様紳士淑女の思いやりを持ってほしい一歩みたいなことを言って、さえちゃんもバンドメイド知ってるんならちゃんとやってくれないと困るみたいに言って笑いが起こってました。小鳩さんがピース&ラブで助け合い一歩とか言ってきたのに、さえちゃんがそれ入れてくるんだとか突っ込んでました。その突っ込みに小鳩さんは海外でも言いやすくてつい入れちゃうっぽみたいに弁明してましたね。あと小鳩さんが倒れないように水分補給とかもしっかりしてっぽねとか言ったのを受けて、倒れられたら困る健康に終われるようにと健康オタクのさえちゃんが言ってました。それで神戸といえばあーちゃんの地元ということで、あーちゃんが真ん中の立ち台に呼ばれて会場から大歓声が上がります。であーちゃんは当然マイクを使わずにただいまーと言ってきたので、会場からまた大歓声が上がるのですが、続けてゴリラですとか言ってくるので会場の歓声は笑いに変わります。それだけで突然終わりとか言ってお立ち台降りたのでまた笑いが起きてました。でも会場から歌ってとか声が上がってたので、さえちゃんがあーちゃんって歌うキャラだったっけとか言ったのを受けた小鳩さんが、来年ボーカルデビューするって言ってなかったっぽとかどこかのお給仕で言ってたネタをぶち込んできますが、これが結果的になかなかいいアシストになりました。さえちゃんにもしょうがないな私が教えてやるとか言われて、小鳩さんもさえちゃん先生はスパルタっぽと付け加えてきます。で何歌うみたいになります。それで何か思いついた顔であーちゃんが聞いてくださいデイドリーミングとか言って歌い出します。お名手様ならあれかと気づくと思いますし、私も気づいたのですが、最初はあーちゃんが本当に歌い出したのでちょっとびっくりしました。でもすぐに口パクに切り替えてステージ端で後ろを向いて隠れて歌うさえちゃんのボーカルに切り替わります。でもあーちゃんの歌う姿がそれっぽすぎて本当に歌ってるように見えるのがすごいです。大歓声となる中、さえちゃんがあーちゃんすごい似てるいつでもデビューできるよとか言ってボケてきて、あーちゃんのでしょ来年一緒に頑張ろうねみたいなボケ返しにさえちゃんは苦笑いになってました。でこのネタ知ってるって話になって、あーちゃんが10年ほど前かなとか言ってたら、会場から2019年って声が上がって2019年かみたいになってましたが、これ即答できるお名手様すごいですね。さえちゃんもすごいね子さんとか言ってくれてました。それであーちゃんが説明してくれるのですが、どうも合宿中で深夜になってテンションがおかしくなってた時の出来事らしいです。さえちゃんがかなみはデータ編集してるし暇だったんでとか言って笑いが起きます。さえちゃんがふざけるのはいつもあかねみさ佐伯の3人なんだよねとか言ってました。
小鳩さんが小鳩はその時夜食作ってたっぽーと小鳩さんらしいエピソードを紹介してくれて、さえちゃんにリアルメイドとか言われてましたね。この5人それぞれの感じまさにって感じがしますね。で、さえちゃんが言っちゃっていいの口パクって決して私たちからは言わなかったからみたいな感じのことを言って、小鳩さんもみんな気づいてはいるっぽねとその通りのことを言ってくれてました。さえちゃんはでも言っとく、実は私でしたと正式に表明してくれて、あーちゃんも何人か騙されてたみたいだからちゃんとここで言わないとねとか、歌うまいですねとか言われるのでなんか気まずかったので地元で訂正しとこうと思ったみたいなことを言ってました。続けてあーちゃんは2019年のインスタ見てもらったらまだあるからとか、あ、そういえばその動画ダンサーも入ってるって言ってましたが、確かにあの動画でミサさんがコンテンポラリーダンスみたいなのしてましたね。それも入れて確かに深夜のちょっとおかしなテンションそのものといった感じの動画でした。私は見逃していたのですが、この時もステージでミサさんちょっと踊ってたみたいでした。で、まだなんかわちゃわちゃしているので、小鳩さんが中断しますっぽー、まだ1回目の MC ですっぽーと話題を先に進めます。それで新衣装の話になるのですが、小鳩さんがこれまでも誰か口出してたけどぽーみたいに言ったので、さえちゃんが口出してたっておかしいよみたいに突っ込みます。小鳩さんは言ってくださってたっぽね、日本語難しいぽねと変なイントネーションで言って笑いが起きます。さえちゃんもヨーロッパ帰りでみんな日本語おかしくなってるとか言ってました。で、改めて新衣装の紹介になって、さえちゃんとあーちゃんとみんちょがくるって回って見せてくれるのですが、回転が早すぎて小鳩さんに回るの早すぎて見えないっぽとか言われてました。それでミサさんの新衣装の話になって、小鳩さんがライブバージョンとか言ってましたが、さえちゃんが昨日着てたのとは違うとか言ってきます。で、さえちゃんが13年目にして初めて2つ作りましたって言ってきて、会場から歓声が上がります。小鳩さんが気づいている人いたっぽって会場に聞いてくるのですが、私を含め全然手が上がらなかったので、騙されてるっぽとか喜んでました。なんでも昨日のは撮影とか用のまあ言えば正式版みたいで、今日のはライブ仕様ということでした。さえちゃんがミサちゃんのが特に違うって言ってましたが、確かに昨日見たのはシースルーのインナーにジャケットみたいなアウターでしたが、今日のはジャケットではなくベストです。夏仕様とか言ってましたが、確かに少しは涼しそうになってました。ミサさんが後ろ姿とかもじっくり見せてくれて、会場から大歓声が上がります。小鳩さんに涼しいぽねとか聞かれたミサさんはうんって笑顔で元気に答えて、昨日の MC を知っている会場から笑いが起こります。ミサさんは昨日から始まったこのやりとり気に入ったみたいです。さえちゃんがダウンロードフェスの時の衣装も今回のバージョンの衣装だったと教えてくれましたので、後で確認しておこうと思いました。でもさえちゃんがダウンロードフェスは寒かったとか言ってましたね。確かにヨーロッパツアー全般的に寒かったです。ライブバージョンかどうかはミサさんの衣装を見れば判別しやすいとかも言ってました。で、これから始まる夏フェスにもってこいの夏仕様の衣装ということで、新衣装の話を締めてました。それでグッズの紹介もしておこうということでグッズ紹介に入ります。さえちゃんがサクッとやって曲始めるのでとか、小畑さんが私たちより詳しいと思いますぽーとか言って会場から笑いが起こってました。で、さえちゃんがツアー T シャツと新しい浮世絵 T シャツですねとか雑に紹介してくれます。小畑さんが小鳩のギターもスターリーピジョンズになってますぽーっと紹介してくれるのですが、さえちゃんが小鳩名前つけるの難しいとか言ってました。そんなに難しくないと思うんですけどね。小鳩さんがバックプリントなので着やすいぽって言って、さえちゃんがそれを受けて、バンドメイドってわかるの嫌な人も上に何か羽織れば着れますねとか心にもないこと言ってました。あとはご当地 T シャツの紹介になって、時間がないのかクイズにせず答えを言ってくれました。ターコイズブルーということで、港神戸の海の色とかこの会場の色ということでしたが、あーちゃんが私の誕生日が12月なので誕生石のターコイズとか言ってきて、会場からおーみたいな声が上がります。それであーちゃんは別に言わなくてもいいのに、誕生石の件は後付けでした、今思いつきましたって白状してきます。あーちゃんって多分根っからの正直者で嘘つけない感じなんですよね。でもさえちゃんは、皆さん今日のご当地 T シャツの色は茜の誕生石のターコイズブルーですと締めて、会場からも歓声が上がります。で、さえちゃんはあとは9時ですねということで、外れなしステッカー出てもめげるなと、外れなしなのにめげるなという矛盾のあるボケを入れてきてくれて、私的には今後もめげずにくじを引き続けることになりました。で、さえちゃんが引き続きお楽しみくださいということで締めに入って、小本さんの素敵な夜にする準備はできてますかぽーに会場から大歓声が返って、それでは楽しんでいきましょうぽーからようこそバンドメイドのお給仕へで次セクションに入ります。
今回もサイちゃんがステージからはけましたので MC 明けは小鳩曲です。 MC 明けとなる7曲目は昨日と同じくさよなきどりでスタートしました。いきなり始まる小鳩さんのボーカルを手拍子しながら楽しんで、イントロに入ってちゃんとする流れは盛り上がります。板に背中をつけてあーちゃんのバスドラを感じながら、ミンチョのたまらない感じのギターフレーズとミサさんのベースフレーズのイントロを味わいます。1メロに入るとあーちゃんのドラムのリズムが複雑ですし、ミンチョのギターもミサさんのベースもなんかすごく自由な感じで、それを小鳩さんのボーカルでまとめている感じ、こういうところが大好きなところでもあります。しかしこの曲にさよなきどりと曲名をつけて歌詞を書いて、まさにさよなきどりな感じの曲に仕上げる小鳩さんの才能はものすごいと思います。もちろん作曲したミンチョもそれをこんなに素晴らしいフレーズにしてくるミサさんあーちゃんもものすごいです。真ん中のお立ち台でかっこよくて可愛くリズムギターソロを弾く小鳩さんも堪能して、クライマックスとなる大サビへ向かいます。そのクライマックスの高音マックスのところ、今回一番綺麗に声出てたように思います。それでなのかいつにも増して大歓声が上がります。そこからはミンチョの泣きのギターフレーズに全力のチャントで応えて、かっこよく曲終わりになって大歓声が上がります。ステージ上はそのままの4人で8曲目となるオンセットに入ります。やっぱり最初のあーちゃんのドラムとミンチョミサさん小鳩さんのシンプルだけど迫力ある最初の曲入りのところは痺れます。で、そこからイントロ的なところに入る構成は扉が開け放たれて何かが始まるような感覚になります。それで A メロ的なところは途中から入ってくるあーちゃんのスネアのフレーズがたまりません。板に背中をつけてバスドラムを感じながら味わいます。しかしこのオンセットは私的にはあーちゃんのドラムを筆頭にミンチョのギターもミサさんのベースも小鳩さんのギターも聴きどころがありすぎて困ってしまう曲の筆頭です。それで聴きどころがさらに満載となるソロパートですが、まずはミサさんのベースソロからになります。すごい聴きどころですよね。続けてはミンチョです。最近からなのか前からなのか、最初のところワフペダルを使ってくれるのが私得です。で、小鳩さんのお立ち台でリズムギターソロっぽいところになりますが、笑顔でちょっと顔を傾けて横に振りながらギターを弾く姿、可愛くてかっこよくて好きなんですよね。最後のあーちゃんのドラムソロは圧巻でした。背を板につけるのを忘れてしまってましたが、とにかくオンセットは未だに私的トップ10に入る曲なので聴けて嬉しかったです。曲終わりでミサさんが前に出てきてベースを弾き始めます。ベイドラセッションですね。と思ったらなんかエフェクターの設定がおかしかったのか調整する感じになります。ポンって乾いた音がしたりしてちょっと会場も和んだ雰囲気になりました。で、治ったようでめちゃくちゃいいベースの音が出てミサさんのベースソロ再開です。PMI という絶好の場所だったからかいつにも増してベースの音が素晴らしかったです。会場も静かに聴き入る感じになります。そこにあーちゃんのドラムが入ってきてリズムが形成されます。ベイドラセッションなんで、ここは後ろの板にもたれながら聞くと背中と目と耳でベイドラセッションを楽しめる感じになりました。小鳩さんとミンチョが煽りながらステージに戻ってくるタイミングも完璧に覚えましたので、その少し前からちゃんとするようにしています。サイちゃんもステージに戻ってきてベイドラセッションが終わります。ということで続く9曲目はトワエモアですね。最初に小鳩さんが息を吸うところも味わって、そこからのシャウトは迫力がありました。その小鳩さんに負けないようにイントロで思いっきりシンガロングの声出します。ステージ上での5人の距離が近いので一気に視界に入るのですが、さすがにこの曲の時はみんなかっこいい感じで演奏しますね。特にサイちゃんが体の動きが情熱的というか生めかしい感じで、耳だけじゃなくて目からもこのトワエモアの世界観を味わわせてくれます。このトワエモアはサビは3回全て同じ歌詞というパターンの曲ですよね。ということは小鳩さんはこの歌詞に思い入れがある感じなのかと勝手に思って、小鳩さんのダークな面が見られるみたいで味わい深く感じます。黒い鳩みたいな。それでミンチョのギターソロを堪能したあたりからそうそうと気づいてラッサビに入る前に PMI の板に背中をつけます。ラッサビのあーちゃんの激しいドラムを背中と耳で味わいながら拳を振り上げて首を振ってトワエモアのクライマックスを堪能します。アウトロで思いっきりシンガロングして曲終わりで大歓声です。10曲目は昨日初披露してくれた新曲ケイジです。サイちゃんの不穏な感じのボーカルから始まってイントロになりますが、イントロは一拍掛けのチャントで会場も息が合ってきました。しかし本当にヘビーなイントロです。たまりません。1メロに入ると手拍子になっていました。ヘビーな曲に手拍子は合わないように思いますが全然違和感なかったです。サビはやっぱりヘドバンしたくなります。感想もヘドバン気味に一拍掛けのチャントになる感じですね。2メロに入ると少し軽快な感じになるのですが、これまさに盤目って感じがします。2サビ終わりでミサさんの短いベースソロから C メロに入ってミンチのギターソロになりますが、ソロ終わりのところのあーちゃんのドラムのダダッダダッダダンって感じのところめちゃくちゃ好きです。ここが絶対2フロアのところですよね。早く実際に見てみたいです。そこから息のぴったり合ったブレイクからラスビに入るところもバンドメイドならではと感じるところです。それでアウトロに入ってここにサイちゃんのボーカルもかぶせてくるところも味わい深いです。
ということで、バンドメイドがヘビーな曲を作ったらこうなるのを思いっきり感じられる曲だと思っています。そういえば刑事って歌詞には一切出てこなくて、自然体でそれを表現している感じなんですね。さえちゃん深いです。ここでそのさえちゃんが後ろに下がってキーボードの前に立ちます。ということは11曲目はロック&ロードです。素早く背中を板につけて、最初のあーちゃんの激しいドラムを体でも味わいます。音のバランスがいいので5人の奏でる演奏がいつもより丁寧に伝わってきました。しかし何度も言ってしまってますが、ボーカルが2人もいるバンドであえてインスト曲を、しかも何曲もの素晴らしいインスト曲を持ってるバンドってすごいことだと思います。しかもこれまでとは違ってメインボーカルのさえちゃんを休ませるためという理屈がさえちゃんまでキーボードを弾くということで、その前提もなくなってます。喉は休められますから意味ありますけど、冷やしたり水分取ったりはできないですもんね。とにかく私たち見る方は嬉しいですけど、やる方は大変だと思うんですけど、やっぱり自ら追い込んでいく大会系なんですね。そんなメイドさんたちにますますハマってしまうわけですが、今回はミサさんのベースソロから小松さんのリズムギターソロときて、ミンチョのギターソロと一連のソロパート全体を俯瞰しながら味わうことができました。これまでは結構前方で見ることが多かったので、ミサさん、小松さん、ミンチョに視線を移しながら楽しむ感じでしたので、これはこれで新鮮な感覚でした。曲終わりでさえちゃんが前に出てきます。この流れだとそうです。12曲目はプレゼントパーフェクトでした。さえちゃんのロングトーンに思いっきり手をかざして聴いて、イントロに入って後ろで飛び跳ねるようにちゃんとしてたら、さえちゃんが見てくれたように思いました。もちろんように思っただけです。1メロに入ってさえちゃんが歌い出しますが、 A メロ B メロの歌い方は若干言葉を詰め込んで小説にまたがって言葉を入れてくるような、言えばバンドメイドっぽい感じなのですが、サビは小説に合わせて言葉を入れてくる感じになっていて、このメリハリが私的にはよりエモく感じるところでもあります。この曲に限らないですが、バンドメイドの曲って細かいところを掘り出すと掘っても掘っても新しい発見とか驚きがあるのですが、この曲も何年かかっても全容を把握できないくらい詰まってそうな感じがします。そういえばこのプレゼントパーフェクトは今年2026年でここまで唯一一度も瀬取りから外れることなく一番瀬取りに入っている曲です。完全に代表曲というか名刺代わりの曲になったんだなと感じました。ということで2サビ終わりからかっこいいミンチのギターソロも堪能して、落ちメロで手拍子してクライマックスのさえちゃんのロングトーンを浴びて、感動のラッサビも後ろで思いっきりヘドバンとかもしながら楽しみます。最後はアウトロで思いっきりちゃんとして曲終わりです。その流れで続けての13曲目のエンドレスストーリーに入ります。さえちゃんがお立ち台でシンガロングが追ってきますので、狭い会場はおー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 の歌声で満たされます。エンドレスストーリーといえばミサさんのエモいベースラインも聞きどころなので、背中を板につけて体にも感じさせて得した気分になってました。エンドレスストーリーも今年5月の仙台ギウスからずっと瀬取りに入ってますし、もうこうなったら絶対日本武道館でやってくれると思うのですが、横浜アリーナの時のアレンジがとてつもなく感動的だったので、絶対また何かやってきそうなので、想像するだけで胸がいっぱいになります。そういえばお召し様仲間と来年2027年は何しようという話になった時に、このエンドレスストーリーの MV 撮影地である大島の裏砂漠に聖地巡礼に行こうという話をしてたのを思い出しました。しかしこの小さい箱でのエンドレスストーリーは一体感ありすぎで、本当にステージと会場が一緒に歌って演奏している感覚になります。小さい箱でも大きいステージでも感動を味わえる名曲だと思います。最後演奏を止めてからのシンガロングは会場からの声が後ろから聞いていてもものすごかったので、さえちゃんから笑顔の最高をもらいました。私は体力不足でもほとんど声が出てませんでしたが、14曲目はデイズでした。このデイズもそうですが、シングルとか EP とかアルバムとか出すたびにどんどん進化していて、メイドさんたちの楽曲作り、音作りの才能の凄さを改めて感じてしまいます。そういえば誰かが X でポストしてましたが、ケージ、デイズ、エナジェティックの頭文字を並べると CDE なんですよね。狙ってるのか分かりませんが、スクープの曲名の頭文字が全ての曲じゃないですけど PP、RR、SS、DD、LL となってたりするので、ひょっとしたらという気にもなります。とデイズにあんまり関係ないことばっかり言ってしまってますので、デイズに戻すと、歌詞は歌詞カードを読んでるだけで胸にきますので、さえちゃんが情熱的に歌うのを聞くと本当にバンドメイドを愛していて、ご主人様お嬢様のことも愛してくれてるんだなと感じて胸がいっぱいになります。演奏面でもミンチのタッピングなのに優しく綺麗なフレーズ、あーちゃんのメリハリをつけたドラムフレーズ、ミサさんのこれも優しいベースライン、小松さんの美しいハモニー、美しいのに力強いボーカルとコーラス、テクニカルなのに優しい変奏、休息を流しつつ前へ向かう強い意志を感じる歌詞、本当に素晴らしいです。最後のさえちゃんと小畑さんのハーモニーを味わって曲終わりです。
ものすごくエモくなった空気の中、15曲目はなんとブラックホールが来ました。さえちゃんの語りのような歌詞の後ろで小畑さんのかっこいいギターフレーズが炸裂します。イントロに入って2ビートのあーちゃんのドラムを聴きながら、思わずそうか、あーちゃんといえばこれもじゃんってなりました。しかしここまでのエモい雰囲気を完全にぶち壊す感じが逆に気持ちよかったです。しかもブラックホールは2年前、2024年10月の福岡ビートステーション以来という超久しぶりです。あーちゃんの激しい2ビートのドラムと激しいギターのリフ、ベースの重低音に高速でヘドバンしながら一気にブラックホールの世界に引き込まれます。2メロはやっぱりさえちゃんと小畑さんがそれぞれ全然違う形で歌って B メロで合流する感じになるところが大好物です。それで2サビ終わりからの C メロのところのあーちゃんのタムフレーズも大好きで、本当にこの曲でも多彩なドラムフレーズを叩くあーちゃんのクリエイティビティと技術に感心してしまいます。そこからのラスサビではもう首振りまくりで、最後ミンチョのカオティックなギターソロも堪能して、アウトロでさえちゃん小畑さんとシンガロングして曲終わりとなって書き回しです。大歓声と拍手とメンバーの名前を叫ぶ声で会場は騒然となります。ここで2回目の MC に入ります。さえちゃんの熱いな神戸でスタートです。それで小畑さんがみんなびっくりしたでしょポーと叫んできて歓声が上がって、ベーズのエモさをぶち壊したポーに笑いと歓声が上がります。さえちゃんにすごかったねとか言われた小畑さんがドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥル久々にやったっぽーって懐かしいのをやってくれて、また歓声が上がります。でさえちゃんがこのぶち壊しセトリになったのはあかねがブラックホールやりたいって言ったからだーって言ってきて大歓声が上がります。それであーちゃんがお立ち台に立って、私と言ったらブラックホールかなと思いましてとか言ってきたので、会場は大納得の歓声を上げます。さえちゃんが胃袋も曲もブラックホールなんですねと分かる人には分かるギャグを言ってきて、一瞬遅れて会場から笑いと歓声が起こります。堅くなにマイク使わないあーちゃんにさえちゃんはマイクを持たそうとするのですが、あーちゃんがマイクなしで聞こえるよねとか言ってくるので、最高列の私は聞こえるって叫んでおきました。さえちゃんが声も大きいし足音も大きいし腹も大きいとか言ってすぐに勘違いされそうな言い回しに気づいて、腹が大きいは語弊があるね、胃が大きいんですみたいに言い直してました。さえちゃんって実は結構言葉のチョイスに気を使ってるというイメージが私的にはあります。でそのさえちゃんがもう一曲あかねの選曲がありますが分かりますかって会場に聞いてきます。もう当然私的に確信を持っていましたので、思わずワーニングって叫んだら最高列でしたが拾ってもらえて、さえちゃんがすごいなんですぐ分かったのとか言ってくれます。拾ってもらって嬉しくなってたら、瀬戸り考えたらそこだけ違うから分かるかとか身も負担もないこと言われてしまいました。あーちゃんはブラックホールとワーニングはドラムが楽しいんですよとか言ってましたね。こちらも楽しいです。でドラムといえばということでケイジの話題になります。ケイジは2フロアタムの曲という説明をしてくれて、あーちゃんがレコーディングは2フロアで撮ったと教えてくれました。でいつかはお給仕でも2フロアが見れるかも、お楽しみにって言ってきて会場から期待の歓声が上がります。それで小畑さんがケイジは昨日から披露させてもらってますがいかがでしたかポーと聞いてきたので、当然会場からは最高とかの歓声が上がります。続けてさえちゃんがデイズはフライングして4月からやってるけどリリースしてからやると違うよりしみる的なことを言ってたと思います。それで続けてさえちゃんの皆さんに届いてるのがわかるし歌ってても演奏しててもいい曲だって思うにまた大歓声と拍手になります。さえちゃんがよっかなみ君は天才だってミンチを褒めたたえて、小畑さんも加わってエナジェティックにデイズにケイジ、君の頭の中はどうなってるんだって叫んで会場も笑いと大歓声に包まれます。でなぜか会場も一緒になってかなみ君は天才だって叫ぶ感じになります。マジですから叫びやすいです。褒められたミンチョは自己肯定感上がるみたいに言って感激してました。それでそのミンチョがヨーロッパツアー帰ってさ曲作りたいってなってさ、時差ボケで4時に目が覚めた時にそのまま曲作りしたとかすごいことを言ってきます。でさらになのでもう1曲できたとか信じられないことを言ってきます。ミンチョはおとなしみにとか言ってきましたので会場からは当然期待の大歓声となります。でこの話題をさえちゃんは今年もまだまだ盛りだくさんということですねと締めてくれてました。楽しみです。それで小畑さんが来年お給仕は小休止するけれども制作は続けるっぽねと言ったのをさえちゃんが受けて、バンドメイドが止まるわけないって言ってきて会場から大歓声が上がります。それで小畑さんが今までずっと走り続けてきたのでインプットができてなかったのでここで一度インプットした一方みたいに言って、さえちゃんがいろんなインプットしていきたいとか言ってました。
小休止することについてさえちゃんがみんな優しく理解してくれた的なことを言ってましたが、この感謝の言葉はいつも言ってくれますが本当に嬉しかったんでしょうね。でもさえちゃんはバンドメイドを長く続けられるのは私たちメイドとお前らのつながりがあるからとか言ってきて、会場から笑いが起こります。で、小鳩さんが多分そのお前らに突っ込んだのですが、なんでだったかさえちゃんが怒った感じになって、後で覚えとけよとか言われて怖がる小鳩さんの後ろでミンチョがいいなーとか言ってきて、会場から笑いが起きます。で、いじるさえちゃん、いじられる小鳩さん、それを見てるミンチョ、あーちゃん、ミサさんのいつもの構図にさえちゃんが見てる人とやる人とやられる人とか言ってきて、そのやられる人の小鳩さんが仕方ないっぽーとか言って納得します。さえちゃんは笑いながら仲良くやってきてるじゃんみたいに言って、小鳩さんも13年間ずっとこのノリでやってきてるっぽねみたいに言って、さえちゃんのよく飽きないねに小鳩さんがそのままお返ししますっぽと久しぶりに漫才みたいな掛け合いをやってくれてました。それで小鳩さんのよく13年間ずっといじれるっぽねにさえちゃんが小鳩の反応が面白いからうずくというかいじりたくなっちゃうんだよねみたいに言って、私も会場も確かにみたいな歓声と拍手になります。小鳩さんがでもさえちゃんだけじゃないっぽ、かなみちゃんもだっぽみたいにミンチョに振ったら、ミンチョがだってさ小鳩が困ってたら可愛いからさみたいに言ってきて、会場から納得の温かい笑いが起きます。小鳩さんはかなみちゃんは小鳩が困ってるといつも遠くで笑ってるっぽ、なんかそれが怖いっぽみたいに言ってましたね。さえちゃんが何かがくすぐられるんだよねみたいに言って、小鳩さんが小鳩は全く嬉しくないっぽって憤ってました。さえちゃんが小鳩さんに向かって君は唯一のツッコミ役だからと私もずっと思ってたことを口にしてくれてました。さえちゃんはだからちゃんとしてくれないと無茶なことを言ってきて、小鳩さんはごめんなさい頑張りますっぽとなぜか小鳩さんが悪いみたいになって終わりました。で、突然あーちゃんが皆さんにお聞きしたい流れでもう一つお聞きしたいことがありますとか言ってきます。さえちゃんに今の流れと関係ありますとか突っ込まれて、あーちゃんは今までの流れとは関係ないんだけどアンケート取りたいとか言ってきます。関係ないんかいと突っ込みたくなるところですね。あーちゃんはミサの髪型がストレートがいいかウェーブがいいかというのを聞きたいんですとか言ってきて、さえちゃんにさっき楽屋で話してたやつじゃん、ここで聞くんだ、なんでミサじゃなくてあーちゃんが言うのとか突っ込まれます。さえちゃんも結構ツッコミ役やってますよね。ということでミサさんが聞くことになりますが、小鳩さんがパーマしか見たことない人もいるんじゃないっぽと会場に聞いてきます。私を含めてかなりの数の手が挙がったので、これもなぜかあーちゃんが2020年の渋子終わってからパーマ当てたんだよね、それからずっとだからほぼ6年みたいに言ってました。私もそうですが、昔の映像とかで知ってる人は多いということで、さえちゃんは大前提みんなパーマもストレートも気に入ってるはずとみんなが言いたいことを代弁してくれて、ミサさんがお立ち台に立ちます。それでミサさんからのまずはパーマがいい人の問いに私を含む3分の1くらいの人の手が挙がりました。さえちゃんがお嬢様パーマ派多くないとか言ってたので、お嬢様エリアで結構手が上がってたんでしょうね。で、ミサさんがストレートにしたらお嬢様ファンが減るのかなみたいに弱気なこと言ってきたので、さえちゃんが髪型でミサちゃんを選んでないよ、小鳩がトリプルテールとかだったら嫌だけどみたいにまた小鳩さんをいじってきて笑いが起こります。で、トリプルテール面白すぎるんですけど、で、ストレートがいい人には3分の2くらいの手が上がっていたと思います。私は最高列ということを利用して両方手を挙げてしまいました。さえちゃんがストレートヘア見たことないから見てみたいってのもあるよねと、まさにそれということを言ってくれてました。会場から見たいって声が上がって、さえちゃんが今やるのを伸ばすとかボケてくれます。あとさえちゃんがミサさんの髪の毛を皆さんは絶対触れることないけど触るとワンちゃんみたいとか教えてくれて、会場から笑いが起きます。ミサさんは笑顔で参考にするねって言ってくれてましたね。小鳩さんがあーちゃんがずっと母のように見ててどういう立場ぽーっとあーちゃんに突っ込んでましたが、あーちゃんが聞けてよかったねと母のように喜んでました。小鳩さんもミサさんに聞けてよかったね満足ぽーって言ってきて、それにミサさんがうんって答えて昨日からのノリを回収してました。それでミサさんの乾杯をやろうということになったのですが、小鳩さんの順番覚えてるぽを無視してやっぱり先にビールを飲んで、しかも飲み干してしまいます。これ絶対ミサさん分かってボケてますね。で、さえちゃんがメイドさんビール持ってきて新しいのくださいとスナックのママさんみたいなことを言ってきます。天の声が入ったのか、さえちゃんが時間大丈夫みたいに言ってミサさんも大丈夫かなって言ってくるのですが、小鳩さんから時間気にするなら髪の毛のところから気にしてぽーっと突っ込まれてました。それであーちゃんがビールを持ってきてくれたのですが、新衣装の効果もあって小鳩さんが店員さんみたいぽーとか言って会場から同意の笑いが起きてました。
それで新しいビールも来たので開封の儀からとなりますが、口開封の儀もやるみたいになっていっぱい詰め込んできます。ミサさんもそれに応じてプルトップをまずマイクの前で開けてプシュッと音を立ててマイクに向かってクシュッと入って会場は歓声と笑いに包まれます。で、ミサさんが満面の笑みで乾杯ってやってきて会場も乾杯を返します。私も今日は水のペットボトルがありましたので一緒に乾杯できました。大役を果たしたミサさんはサイちゃんに帰っていいよって言われてニコニコしながらお立ち台を降りて下手に移動しました。小本さんは今日は大変だっぽ、日本に帰ってきてみんなの自由な気持ちが爆発してるっぽみたいに言ってきて、サイちゃんがみんなというのは我々のことかなとボケてきて、小本さんに他に誰がいるっぽと突っ込まれるという漫才みたいなのをまたやってくれてました。でもサイちゃんがこれライブだったのかと疑うくらいだよね、喋りすぎてますねとか言って小本さんが MC イベントみたいになってるっぽねみたいに受けたら、サイちゃんがいつかは話すだけのライブ、曲はやらないで喋るだけみたいなのやるとか言ってきて、小本さんにそんなのに来るご主人様お嬢様いるっぽみたいに正論をかまされて、サイちゃんも来ないでしょとか言うのですが、当然会場からは行くの声が上がります。で、改めてサイちゃんがただ5人でくっちゃべってるだけのやつに金払える人とか会場に聞いてくるので、もちろん私を含むかなりの人がはーいって言いながら手を挙げてました。小本さん、サイちゃんは驚いてましたが、当然やめとこうということになりました。小本さんがコアな方がたくさんいらっしゃいますっぽねとか言ってましたが、我ながらコアな方だと思ってます。大阪から東京まで新幹線に乗ってアニメ試写会のトークライブ行きましたからね。で、サイちゃんが今日はアンケートの日でしたね、これからの活動に反映させていただきますと、何を反映させるのか分かりませんでしたが、うまくまとめて締めてました。小本さんも何目指してるっぽとか言ってましたので自覚はあったみたいです。で、ここまでめちゃくちゃ時間使ってたからか、小本さんがもう今日は自ら行くっぽ、一生行けなさそうっぽみたいに言ってお立ち台に立って小本のおまじないタイムって叫んでおまじないタイムに入ります。それでもう一つアンケートということで、恒例の今日初めてのご主人様お嬢様いらっしゃいますかっぽーのアンケートにパラパラと手が上がってまして、小本さんはごめんぽーとか言いながら、でも意外と少ないぽねって言って、ということはほとんどの人は免疫ありぽねと安心します。でも天の声が入ったのか、マネージャーから怒られたっぽ、そういう問題じゃねえって言われたっぽとか言ってきて笑いが起こります。気を取り直した小本さんが皆さん休めたので声出せるはずっぽーと煽ってきて、サイちゃんもすんごいんだろうね、負けるな小鳩にとかさらに煽ってきます。あとメモにはははーんって書いてたのですが、何の文脈か忘れてしまいました。で、小鳩さんが小鳩今日やる気だっぽ、やる気すぎて昨日もサイちゃんから怖いとか言われたっぽみたいに言ってきて、サイちゃんからそう怖いんだよ、可愛い目の最近見れてないからとか言われます。小本さんは気持ちが前に行き過ぎるっぽみたいな言い訳をしますが、サイちゃんからやってみなとか言われます。それで可愛く萌え萌えキュンキュンに入ったのかもしれませんが、私的にはいつもと同じ感じだと思いました。あとは神戸とかあーちゃんとかおかえりっぽーとかやっていつもの感じでご当地ネタに入ります。でも最初に明石焼きって言ってきて、ちょっと会場は微妙な空気になります。明石焼きは神戸じゃなくてその名の通り明石ですからね。当然神戸にもありますが、どうもあーちゃんが教えたみたいで、さいちゃんが茜のバカが出ましてとか言って、小本さんも私は悪くないっぽーとか言い訳します。で、神戸プリンとか神戸牛とか正当なやつをやってきます。でも10番に私的にはハテナとなりましたが、あーちゃん行きつけの焼肉丼の店なんですね。なら正解です。それでどうも小本さんはバンドメイドって言ったらしいのですが、早すぎて会場も何言ったか分からずで返せません。さえちゃんに何て言ったのって聞かれた小本さんは、神戸牛みたいな感じで言っちゃったっぽみたいに言って、さえちゃんに何かの名産かと思ったとか突っ込まれます。で、小本さんは改めてバンドメイドを繰り返す感じになって、応援団みたいに右手を振ってバーンにバーンを返して、左手を振ってメイにメイを返す感じになってたら、さえちゃんからほらそうやって笑い取りに行っちゃうじゃん、可愛いのやってって言ってるのにとか注意されます。小本さんはさえちゃんに来年 M1 出てみるっぽ、さえちゃんと一緒にとか言って、さえちゃんは絶対嫌だって拒否してましたが、それはかなり見てみたいですね。あとはまたバーンとメイドとかワールドツアーとか、また神戸とか兵庫とかやって、最後は新しいパターンでもやもやキュンキュンにもやもやキュンキュンを返すやつをやって、もやもやとかキュンキュンとかやって、キュンキュンって長いやつにキュンキュンって返す感じで盛り上げていって、締めはズキュンバキュンドキュンで手を山の形にして六甲山でした。大歓声と笑いが上がる中、萌え萌えキュンで無事おまじないタイム終了です。
さえちゃんのありがとう神戸まだまだいけるかの叫びでラストスパートに突入します。ラストスパート最初となる16曲目は昨日と同じくミサさんのベースソロから始まるエナジェティックでした。私的には今回のシングル3曲とも当然全て好きなのですが、あえて言えば今のところ一番好きな曲です。ミサさんのベースは当然ですが、イントロからもずっとですがミンチョのギターリフが私的に好きすぎる感じですし、あーちゃんのドラムも激しくてリズムも変則的で私得なやつですし、小本さんのギターもしっかり聴いてますし、さえちゃんのボーカルもめちゃくちゃかっこいい感じで本当にハマっています。音源も聴いて完璧にマスターしたラララのシンガロングも気持ちいいです。A メロ B メロもめちゃくちゃかっこいいですし、体も勝手に動いてしまいます。でもやっぱりサビのグローリーみたいなサンバみたいなリズムがジャンプもできるし、ヘドバンしてもいいしとめちゃくちゃ楽しいです。しかもこの楽しいサビが長めに構成されているので、美味しいものをたくさん食べられているような得した感覚になります。あとサビ最後のさえちゃんのエナジェティックの後のミンチョのギターフレーズも痺れますし、続く感想のところのミンチョのリフも大好きなやつです。あとはきっちりミサさんのベースソロもミンチョのギターソロもありますし、最後ラスサビからアウトロと隙間なくずっと楽しくてかっこいい曲です。本当にすごいと思います。17曲目はインフルエンサーでした。このインフルエンサーって実はボーカルも演奏もかなり難しい部類だと思っているのですが、楽々と生演奏でこなしているのを見て聞くと改めてすごいバンドだと感じます。それにしてもやっぱりサビのところのあーちゃんのフロアタムのフレーズは私的に好きすぎるやつで、笑顔でドラムを叩くあーちゃんに目が釘付けになります。リサビ終わりでラップパートになりますが、ここってミンチョがそうしようって考えたのか、小田さんさえちゃんがそうしたのか分かりませんが、本当に秀逸だと思いますし、そこからリサさんのベースソロに入るというのも意表をつかれる感じで最高にクールな構成です。それで今回もミンチョとミサさんのバトルバージョンです。真ん中の歌次第でのミンチョの煽りもすごかったです。このインフルエンサーのバトルって激しいだけでなくて渋い感じのパートもあって、見た目とのギャップもすごいです。それでバトル終わりから通常のミサさんのベースソロに戻ってミンチョのギターソロに入りますが、そもそも私的にインフルエンサーのソロパートは大好きなやつなので、バトルバージョンだとさらに好き度が増します。そのソロパート終わりからさえちゃんのロングトーンと小田さんのシャウトのパートに入りますが、このミンチョのギターリフ、ミサさんのベースライン、あーちゃんのフロアタムのフレーズ、本当に最高すぎます。最後はめちゃかっこいい曲の締めで曲終わりとなって大歓声が上がります。続く18曲目はレディトゥーロックですね。ミンチョのリフが始まった途端に背中を板につけてあーちゃんのブラストビートを目と耳と体で味わうことができました。最初のメロからさえちゃんはお立ち台で歌ってくれるので、最高列からでもすごくよく見えていい感じでした。もう背中を板につけてる場合じゃないので、踊りながらレディトゥーロックを味わいます。サビは最高列ということでスペースに余裕がありますので、腕振り上げて踊りまくる感じで楽しめます。なんかクラブで踊ってるようでめちゃくちゃ楽しいです。まあクラブで踊ったことはないんですけどね。しかしこのレディートゥーロックは私的には今のところ球児で盛り上がれる最強曲だと思っていて、できれば毎回セトリに入れてほしいと思っている曲です。盛り上がれるだけではなくて、曲構成もリズムもメロディーも演奏も歌詞もボーカルもコーラスもシャウトも緻密ですし、バンドメイドの凄さをめちゃくちゃ感じられる曲だとも思っています。アニメタイアップ曲だからか展開も早くて、落ちメロからのラッサビへの入りもスピード感がありますし、ラッサビ冒頭のブレイクをあーちゃんのバス裏で演出するところはバンドメイドしか出せない演出のように思ってしまいます。最後のメロンのところは前を気にすることなくヘドバンを堪能して曲終わりで思いっきり歓声を上げます。ということで、そうくると当然19曲目はディリダリのパーフェクトバージョンです。最高列で手拍子とシンガロングで思いっきり盛り上がります。目の前に広がる無数の手拍子の手の先に見えるメイドさんたちの姿は圧巻でした。スクープを初めて聞いた時からこのディリダリは私的にいきなり気に入った曲なのですが、お給仕でステージと会場を一体化させるのにこんなに最適な曲になるとは思いませんでした。お給仕で完成させると言っていたミンチョのプロデュース力に感服します。短い曲なのに本当に色々な要素がいっぱい詰まってますし、リサさんのベースはもちろん、ミンチョのギターも小本さんのギターも素晴らしいフレーズですし、やっぱりあーちゃんのドラムが私的に好きすぎます。それで2サビ終わりからパーフェクトバージョンの本番です。サイちゃんのお前ら最高だ力見せろの叫びに会場は手拍子とシンガロングを続けます。それでサイちゃんのよくできましたをもらって、ミサさんのベースソロから小本さんのリズムギターソロ、あーちゃんのドラムソロは視線をほとんど動かさずに堪能できましたし、ミンチョのギターソロはいつもの上手じゃなくて真ん中のお立ち台で弾いてくれてましたね。そこから落ちメロに入ってサイちゃんがかっこよく歌うのを手拍子しながら味わいますが、もう手拍子し続けている方が限界になってきます。
それでもなんとか手拍子とシンガロングを続けてラスサビに入ります。ここは使う筋肉が違うので余裕で盛り上がって、最後かっこいい曲終わりから書き回しに入って、さえちゃんのありがとう神戸、次がラスト、また会おうな、踊れぶっ飛べや的な雄たけびが上がります。そのさえちゃんの雄たけびに応えるべくものすごい歓声が上がる中、始まったラスト20曲目は予想通りノーゴートでした。最高列で周りの空間には余裕がありますので、イントロから思いっきりジャンプしながらちゃんとでおいおい叫びます。最高列から見る一斉ジャンプする会場の光景は壮観でした。1メロに入ってルールルーとかもやりながら踊りながらノーゴッドを楽しんで、サビは思いっきりジャンプです。サビ終わりからの感想で小畑さんもジャンプしながらギター弾いたりしてるので、こっちも負けずにジャンプしながらちゃんとで声も出します。2メロに入ってさえちゃんが上手の旗を手に取って肩に担ぎます。これまで位置をあまり変えなかったミンチョミサさんが移動して、ミンチョが下手、ミサさんが上手に行ったり、サイちゃんも上手から下手の方に移動したりして、旗を担いで歌うかっこいい姿をみんなに見せてくれてました。ジャンプして歌って十分にサビを楽しんで、ノーゴッドを締めくくる最後のサイちゃんの We have got to win の時、一緒に叫ぶのヨーロッパツアーだってそうだったので、私も最近叫んでるのですが、日本だとまだ少数派ですね。それでアウトロに入ってサイちゃんに煽られながら、最後なので思い残すことがないよう全力でジャンプしてちゃんとします。曲終わりでサイちゃんの最高をもらって最後の書き回しに入ります。サイちゃんのありがとう神戸、バンドメイドでした、お前ら最高だ、また会おうなーの叫びが浴びせられて大歓声となる中、書き回しが終わって小畑さんが前に出てきます。小畑さんのそれではまたお給仕でお会いしましょうぽ、お気をつけていってらっしゃいませ、ご主人様お嬢様、バンドメイドでしたぽの挨拶で神戸ハーバースタジオのお給仕終演です。珍しくその後にさえちゃんが明日から頑張れって言ってくれたり、小畑さんが筋肉痛とかならないようにストレッチするっぽよとか言ってくれてました。あとさえちゃんがお立ち台に立ってかなり長い間笑顔で両手を振ってバイバイしてくれてましたし、あーちゃんはスティック投げてくれてましたし、ミンチョも小畑さんもミサさんも最高列まで届くくらいのピックのロングスローをしてくれてました。満面の笑顔で手を振りながら小さなステージからはけていくメイドさんたちを感謝の気持ちで見届けて、神戸ハーバースタジオお給仕は終幕しました。大きなホールやアリーナなんかのお給仕も当然いいですが、こんな小箱でのお給仕も格別です。両方ともやってくれるメイドさんたちって本当にありがたいですし、貴重な存在だと思います。瀬戸りは昨日のミサさんセレクトのアイステルシークリベンジとフォービドンテールをアーチャンセレクトのワーニングとブラックホールに入れ替えた感じですね。確かにどちらも最高のドラム曲だと思っていますし、箱推しですがあえて言えばアーチャン推しの私的には大満足の瀬戸りでした。いやいや、今回のお給仕の感想はとにかくこれぞバンドメイド、近くに感じられる距離で爆音を聞かせてくれる貴重なメイドさんたちです。この小さな箱を450人に入れて本当に幸運でした。恒例のさえちゃんのポストは、皆様おはようございます、打ち上げ楽しすぎて SNS 忘れがち女です、昨日の夜も最高でした、熱量に大満足でした、さすがあーちゃんの地元でございました、楽しんでくれたかな、MC はね、ひっちゃかめっちゃか、ハッシュタグバンドメイドで感想ください、見てますでしたね。打ち上げが楽しめてよかったと思いますし、本当に熱量はお互いすごかったと思いますし、 MC はいつも通り楽しかったです。あーちゃんの地元神戸でのお給仕は本当に最高でした。私の次回お給仕帰宅は2週間後7月12日の札幌ファクトリーホールです。札幌は何食べても美味しいので、それも楽しみに待ちたいと思いますし、実は初めての正番1桁、それも3番をゲットしましたので、緊張感が半端ない状態でお給仕を待つ形になります。最後に恒例のリキャップムービーを共有して終わりたいと思います。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。